こんにちは。今回は韓国コスメホリカホリカの新作アイシャドウピックザローズについてレビューしていきます。9月の9点メガ割で秋っぽいピンクのアイシャドウを買いたいなぁと物色していたら、ホリカホリカの新作パレットを見つけて購入しました。タロットカードをイメージしたコレクションで、箱やプレスもタロットカードみたいで可愛いです。ホリカホリカのマイフェイブアイシャドウパレットは別のカラーも持っていますが、このシリーズのマットアイシャドウがすごく優秀だと思っていますので、そのあたりも深掘りできたらと思います。この動画はスウォッチ、メイク、レビューの順番でお話ししていきます。まずスウォッチです。一番上の段です。クリアベースに小粒の多色ラメ、白みのあるピンクのマット、淡いピーチピンクのマット。2段目です。くすんだ薄ピンクのマット、ローズピンクのマット、ピンクの小粒ラメのカラー。3段目です。多色ラメ入りのピンクマット、くすんだピンクブラウンのマット、落ち着いたダークブラウンのマットです。マット6色、ラメ入りマット1色、小粒のラメが2色の構成です。ピックザローズは大粒ラメが入っていません。私ぐらいの大人世代の方は大粒ラメを使わない方が多いかと思います。世代を問わず使いやすい配色だと思いました。色味の参考までに手持ちのムーニーもスウォッチしました。ムーニーはパッケージがパープルのせいか、いわゆるブルベカラーのパレットなのかなと思っていましたが、ピックザローズと比べるとピックザローズの方が青みピンク寄りかなという気がしました。と言いつつも、ピックザローズもそこまでパーソナルカラーは問わない色味かなと思いました。ではメイクをしていきます。まずナーズのスマッチプルーフアイシャドウベースをのせまして、でこのアイシャドウパレットの淡い2色を取ってアイシャドウベースをセットしつつ淡い色をのせました。でその後パレット真ん中のローズピンクを二重幅にのせて軽くグラデーションにしていきました。で今度下まぶたにも同じローズピンクのカラーをのせました。真ん中から目尻寄りにつけています。で次にパレット下のブラウン2色を取って目尻3分の1にのせました。で次にピンクのラメカラーを下まぶたに細くのせて、でパレット左上のラメカラーを目頭の方にのせました。もう少しピンク味が欲しくなったのでパレット真ん中のローズピンクを足しました。粘膜が気になったのでダズショップのシークレットキーという紫っぽいブラウンでアイラインとインラインを引きました。アラフォーの私としてはアイラインは自分の笑いじわと合うようにメイクすると違和感のないアイラインになるかなと思っています。なのでちょっと笑いながらメイクしてるんですけど、そういう意味です。ちょっと変に見えますけどね。マスカラはキャンメイクのクイックラッシュカーラーのワインモーブをつけています。上まつげはオリジナル、下まつげはセパレートタイプでつけています。ピンクメイクで眉が細いと少し寂しそうに見えるかなと思ってセザンヌの超細身アイブロウ04ディープブラウンで眉毛を下に 1,2 ミリ毛を増毛する感じで一本一本描き足しました。少し目頭が寂しかったのでパレット真ん中のローズピンクを足して、で上まぶたが基本マットのグラデーションにしてたので上まぶたの中心ぐらいにクリアなラメカラーをのせてちょっとニュアンスをつけました。で肌色から少しピンクメイクが浮くような気もしたのでジバンシーのプリズムリーブルーをつけて透明感を出しました。仕上がりはこんな感じです。アラフォーの私的にピンクのグラデにラメラメだとちょっと可愛すぎるかなという気がしたので下まぶたにラメを多用するメイクにしてみました。涙袋メイクが流行っていますが、私がそれをするとクマみたいな感じになってしまうので、下まぶたの粘膜付近をピンク色に光らせることで血色感とか生き生きとした感じが出せたかなと思います。でもしもこのパレットが肌色から浮くかなと思う方がいらっしゃったら、透明感の出るフェイスパウダーとかチーク、リップなんかを合わせると顔色に馴染むかなと思います。
ではレビューをしていきます。結論から言うと買ってよかったです。まず配色が素晴らしくいいと思いました。ピンクだけど落ち着いたカラーだし、ラメ感は可愛いけど若すぎなくて、どの世代でも使いやすいと思いました。で、9色もあって綺麗にグラデーションを作れるような配色になっています。で、好きなポイントの2点目としては、よれにくい粉質だと思います。このパレットのマットの粉質がサラサラ系でよれにくいです。韓国のマットアイシャドウでもしっとりめのものっていうのもあって、乾燥肌さんや年齢を重ねた方にはしっとりめの方がお好みかもしれません。ただ私は脂性肌で奥二重で、あと辛いものを食べると目の周りから汗が出るってタイプなんですよね。で、そういう方だとしっとりめのアイシャドウってよれることがあります。アイシャドウがよれやすいっていう方はホリカホリカみたいなサラサラ系のマットアイシャドウが快適だと思います。私にはホリカホリカのサラサラマットのアイシャドウがドンピシャで使いやすかったです。で、好きなポイントの3点目としては、ぼかしやすいっていうことです。配色自体もグラデーションしやすいものになってるんですけど、粉質的にもすごくグラデーションが作りやすいです。アイシャドウの中でもつけたその場所に濃くついて、その後ぼかしにくいっていう粉質もあります。で、ホリカホリカのこのアイシャドウは適度な発色で、しかもちゃんとぼかしやすいっていうのがすごく使いやすいです。あとカラーによって発色の違いがあるパレットとかもあったりするんですけど、ホリカホリカのこのパレットはだいたいまんべんなくちょうどいい発色をしてくれるので、特に気を使うことなく好きなカラーをのせてぼかせるので、すごく扱いやすいなと思いました。デメリットとしては、サラサラな粉質のせいか、マットをブラシで取ると粉落ちするかなと思いました。ブラシに粉を取ったら、手の甲とかパレットの蓋部分で余分な粉を落としてからメイクすると、粉落ちが気にならなくて良いと思います。粉質が悪いっていうよりも、そういう製品の特徴だと思うんですよね。サラサラな粉質だとどうしても粉がブラシに多くついたり空中に舞ったりしやすいですから、その特徴を踏まえて取り扱えば私は全然気にならなかったです。まとめ的には、こういう淡いグラデのできる9色パレットってなかなか日本のコスメ、欧米のコスメでも見当たらないんですよね。しかも2000円前後で9色パレットが買えてしまうっていうので、ついつい買っちゃいますし、買っても満足度が高いなと思っています。ホリカホリカのアイシャドウパレットは本当に優秀なので、使ったことがない方はぜひ試してみてほしいです。こんな感じでマイペースに購入品のレビューをしています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。特にコメントいただけますと次の動画を作る励みになります。いつもありがとうございます。ではではまた。バイバイ。